これは脱震機です。いわゆる時計の心臓にあたる機構です。よほどのことがない限りは一つの時計に脱震機は一つです。それで、2つの脱震機を同時に動かす場合についてです。1つの歯車から2つの脱震機に動力を送るとどうなるかですが、両方ちゃんと動いてるように見えますが、よく見ると左の脱震機はうまく動力を受け取れていないのがわかります。脱震機は停止と運動を交互に繰り返すもので、脱震機ごとに固有の振動数を持っています。なのでどちらか遅い方の脱震機によって歯車の回転速度が制限されると、速い方の脱震機がうまく機能しなくなるというわけです。添付の重さによって振動数は変わるので、2つの脱震機の速度を合わせるのは強振でもさせない限りはできません。なので、2つの脱震機に動力を送るために作動機構を用意します。作動機構は車にもついている機構で、1つの動力を2つに分けることができます。作動機構は出力側のどちらかの歯車が停止していても、もう片方の歯車には動力を送ることができます。これを使うことで2つの脱震機にもいい感じに動力を送ることができます。それで、今回は三軸トゥールビヨンを複数使って作品を作っていきたいと思います。まずは三軸トゥールビヨンです。いろいろと歯車を追加していくので減速比は緩めにしています。これを今回は張り切って4つです。3次元的にバランスよく配置します。この4つの脱震機を作動機構を介してつないでいきます。一度に4動力には分岐できないので、2つに分けたものをさらに2つに分けるようにします。これをさらに3軸回転体で包みます。動力にはメジャーのゼンマイを使います。というわけで今回のよくわからない作品はこのようになりました。このデータを元に作っていきます。今回印刷した部品数は165でした。三軸トゥールビヨンから組み立てていきます。
トゥールビヨンが完成しました。これを4つ用意します。半分は回転方向が異なります。1つ目の作動機構を組み立てます。部品は交差する形状なので分割して造形しています。1つできました。先ほどと同じ工程を繰り返します。これで1つ目の作動機構ができました。紫色のギアが入力、金色のギアが出力です。紫色のギアは接続するギアとは食い違い軸になるので、ネジ歯車になっています。
プールビヨンの組み込みができました。2つ目の作動機構を組み立てます。こちらの作動機構は多軸回転の間にあるので構成が少し異なります。さっき優勢歯車だったところが固定軸となり、内歯車に優勢歯車が噛み合うようになります。あとは傘歯車で多軸回転体を組み立てます。収縮率の違いのせいか、タイトだったので作り直しです。内歯車と噛み合う歯車です。半分がネジ歯車になっています。このネジ歯車の部分が紫色のギアと噛み合う形になります。これで本体は完成です。あとは取り付け台に固定して動力とつなぎます。動力部分を組み立てます。動力にはメジャーのゼンマイを使います。あまり強いゼンマイではないので減速比を高めにしてつなぎます。
これで完成です。動作開始にはちょっとだけ勢いをつけてあげます。作動機構のおかげで4つのうち1つでも脱進機が動けば稼働するようになっています。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。